はい、今回はスピンコブラを改造します。もともとはディスプレイ用のリアルミニ四駆シリーズのマシンでしたが、現在は走行用のシャーシが採用されて、フルカウルミニ四駆シリーズになったプレミアム版がラインナップされています。以前にプロトセイバーエボを作った時にも少し触れていますが、リアルミニ四駆版と違って、見ての通りボディが透明ではなく、一部の別パーツだったところも一体成形に変わっています。素材は ABS が使われていますね。特にレッツエンドゴー世代でリアルミニ四駆版を作ったことのある人にも、別物としてお勧めしたいキットですね。今回はシャーシはスーパー2シャーシのままで、ボディの取り付け位置を少しだけ下げています。注意点として、これ切ったり削ったりしていて気づいたことなんですけど、このスピンコブラに使われている ABS 素材は他のボディに使われる ABS より少し硬い感じがするので、一応ナイフの刃を入れる時とか気をつけた方がいいかもしれないですね。これが2ミリぐらいボディの位置が下がった状態になります。下がったことでタイヤが当たっているんですが、一応ボディが乗ってはいるので、擦る程度の干渉で済んでいます。同じようにボディの裏側で、しっかり当たっているわけではないけど接触しているっていうところが何箇所かあるので、あまり窮屈にならないようにそういうところも削っておきます。2ミリのダウンということで深く干渉するところは少なめですね。ここも今回の見どころの一つですね。この部分はスピンコブラの特徴なんですが、多分この形、人によって好みが割れるところでもあると思うんですね。今回ここをあえてカットしてシンプルなラインを作っていきます。
この尖った部分がなくなって全体が角の取れたスピンバイパーにも見えて、メリハリのついたスピンアックスにも見えるっていう、なんとなくスピンアックスとスピンバイパーの中間的な形になっているのがわかると思います。今回の 2mm のダウンは、言うほど大きな変化ではありませんが、しっかりとフィット感は増していると思います。塗装順はマスキングテープの貼りやすさを優先して決めています。マスキングテープを貼って一色塗ってテープを剥がしてを繰り返して塗り分けていくのが基本なんですが、特に今回一度テープを貼った後に白赤っていう風に2色重ねているんですね。これってテープの境で塗装が厚くなるのであまり良くないんですね。本当は先に白を塗るか、白やピンクのサーフェイサーで下地を作っておいて赤を重ねて、その赤をテープで覆ってから全体にマットアルミを拭くっていう順番の方が、色の濃さとか、塗料の隠蔽力ベースで考えると正しいと思います。塗る色だけではなくって塗り分ける場所によっても順番は変わりうるっていう、そういう一例ですね。ちなみに今回メインに選んだスーパーマットアルミはデカール映えもよく、カーモデルらしい銀色でかなり気に入っています。いつも通り光沢を吹いて仕上げましたが、本来のマットな質感は、艶消しや半光沢仕上げの方が生きてきそうですね。